今回はね、このレジンを使った作り方をね、紹介していきたいと思います。このようにつなぎ目も綺麗になっているので。はい、今回はね、こうやってチワワとかね、白目がこうやって見える犬の作品作るときなんかに、どうやって目玉作ったらね、いいだろうっていろんな方法あるんだけれども、新たなね、方法をね、もう一個ね、ちょっとね、紹介したいと思います。前回ね、チワワレッスン動画の中で教えたのは、目玉ね、アイシートとか使って、こうやって目玉を作って、切り取って、あとは、樹脂粘土とかを使って、白目の部分を形成して、そして接着して、で、レッスン動画の中ではね、レジンでコーティングしたりしてたんだけど、要は、この白目と目玉が接着して綺麗にくっついていればね、問題ないです。そういう風な感じで、こんな感じで裏面、こういう風になるように作るやり方を紹介しました。なんだけど、このやり方のデメリットとして簡単に作れるんだけど、やっぱりこの白目のつなぎ目、ここがやっぱりちょっと雑に見えたりとか、あと、目玉のサイズがどうしてもワンサイズ大きくなっちゃうから、12ミリぐらいのサイズにしたいんだけど、目自体はもう少し小さくしたい。こういう場合はどうやって作るかというと、これはね、粘土じゃなくてレジンだけで作ってます。というわけで今回はね、この、アイシートは使うんだけれども、レジンを使った作り方をね、紹介していきたいと思います。このように、つなぎ目も綺麗になっているので。はい。まずね、じゃあね、アイシートを使うんだけれども、アイシートを使っている人は、それぞれ使うでいいと思うし、ない人はね、自分でいろいろ絵の具で描いたり、工夫してると思うので、これは何でもいいです。まずはこのアイシートを切り抜きます。で、綺麗に余白を残さないようにして、なるべくね、こうやって綺麗に切り取ります。まずはこんな感じで切っておきます。で、次。このシリコンの半球を作る型。これがね、あるといいです。で、今回はね、12mm で作っていきます。で、使うレジンは僕はこの星の雫というのを使っています。で、あと使うのが、これかな。着色剤の白。これをね、使ってやっていきたいと思います。で、まずこれ満タンにすり切り1杯入れちゃうと、12mm のね、ガラスカボション使うのと全く一緒になるから、そうではなくて、途中まで入れるレジンを、要は厚みのない半球を作るという感じです。で、ここね、見える黒い点が書いてある。これね、外でマジックでね、印をつけています。で、これはなぜかっていうと、この部分まで、レジンを入れてっていう風にやりたい。左右、ね、同じように作るために同じ量を入れれるようにしています。でね、レジンを入れていきます。で、これね、僕、レジンの使い方全然うまくないと思うので、上手い人から見たらね、そのやり方じゃダメだよなんて思う人もいるかもしれないけど、とにかく気泡が入らないようにうまく入れてください。で、線、印をつけたところまで入れていきます。これ見えますかね。だいたい印のとこまで入りました。で、この状態で一旦照射して固めます。で、固まったら、さらにこの上にもう少しだけね、レジンを垂らします。で、この時はね、量に気をつけてください。これ今垂らすのはね、一滴ぐらいなのかな。ちょっと全般的に広げるように。で、こんなヘラとかね、あと爪楊枝とかあったらいいと思います。この面に均等に広がるようにレジンを伸ばして、で、これは何をするかというと、このさっき切ったアイシートをね、貼り付けるためです。で、これをね、入れちゃいます。で、反対から見て気泡が入ってないことを確認して、で、だいたい中央に来たら、もう一度照射します。で、これはとりあえず固まればいいので、
1分待つ必要はないです。で、反対側も。で、これはまた後でね、やるので、こんな感じで入ります。で、これね、うまくやらないと気泡入っちゃうので十分注意してください。で、次です。何をやるかというと、ここにまたレジンを垂らして、今度はね、全部満タンにしなくていいけど、少し余裕があるくらいにしておいて、レジンを垂らしたら着色剤を僕はもう直接ここに入れちゃいます。1滴ぐらいかな。これもあんまり入れすぎちゃうと固まらないじゃないですか。かといってあんまり少なすぎてもね、白目すごい薄くなっちゃうから。で、まずここでしっかりある程度混ぜてあげる。で、特にこのシリコンの壁に透明なレジンが残ってるから、そこにちゃんと白いのが行き渡るように。で、結構まだらなのでしっかり混ぜないと。まずはしっかり混ぜてあげる。で、レジンが足りないのでまず足します。で、同じようにきれいに色がなじむように混ぜてあげて、で、だいたい良ければこれを照射して固めていきます。これはしっかりと1分間照射してください。で、よかったら反対側しっかりと照射。はい。で、よければ型から外していきます。これちょっと曇ってるじゃないですか。ここ曇ってるじゃないですか。これ曇ってる原因はこのシリコンの型の方にも傷が入っていて、それで曇っちゃうんですよね。なので、なるべく傷つけないようにきれいにしておいた方がいいです。で、こういった場合どうするかというと、上からきれいにコーティングしてあげることで解消されます。で、まずちょっと余分な部分をカットして、で、シリコンシートなんかを引いて、この上にレジンをもう真上に一滴ちょんと乗せてあげます。で、これをヘラなんかを使ってきれいに伸ばしてあげる。で、足りなかったらレジン足してあげてもいいので、で、全体的に流れるようにしてあげて、横とかね、凸凹にならないようになるべくレジンがかぶってないところは行き渡らせてあげる。で、よかったらこのダマりはね、固まっちゃって切ったりしなきゃいけないから、少しこうやってずらしてあげるといいです。で、レジン、これ凸凹のままだから、このままだとちょっとね、置いといてください。直射日光に当てないようにですよ。直射日光に当たっちゃったら紫外線で固まっちゃうので、今ちょっとしばらく置いとく。で、これなぜ置いとくかっていうと、レジン、ドロッとしてるので、これでも、なんだろう、ハードとかソフトとかあるじゃないですか。多分これ僕、ハードだよね。ハードを使っているので、ドロッとしてるので、ソフトの人はね、パシャパシャかもしれない。ハードを使った方がいいかもしれないですね。で、これ置いておくことで、ゆっくりとじわーっとこう、流れていくっていうかな、凸凹がね、勝手に自分で消えていくんですよ。レジンが勝手に平らにしてくれるので、少し置いてやって全般的に見て、だいたい凸凹がないなと思ったら照射してきれいに固めてあげてください。はい、よければ剥がして、こうやってついてるね、余分なものをカットしてあげましょう。
で、こんな感じですね。これね、ちょっとね、見たらわかるんだけどね、中に今、キラキラ、気泡が入っちゃってます。なんでね、ちょっとね、練習が必要かもしれないけど、入らなければね、こうやって綺麗に目玉作れるので。で、さっき、表面がね、傷ついてるっていうかね、濁ってたけど、くすんでたけど、レジンね、コーティングすることで綺麗な目ができます。で、こうしてあげることで、12mm サイズの目玉なんだけど、こうやって粘土で外付けするより綺麗に、そしてしっかり 12mm のサイズで、こうやってね、目玉を作ることができるので、そして、そのつなぎ目っていうかな、白目とのつなぎ目がすごく綺麗にできるので、これもね、ちょっと練習が必要だけど、こんな風に作ってみるのもありです。はい、そんなところです。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。